こんにちは、MJWS 編集室です。今回ご紹介するのは、名鉄線の小牧駅から終点となる東華台東駅までのおよそ 7km をつないでいた新交通システム、東華台ピーチライナーについてです。東華台新交通は、東華台ニュータウンのアクセス路線として1991年に開業しました。起点の小牧駅から終点の東華台東駅までの 7.4km を結び、途中に小牧原駅、東田中駅、上須駅、東華台西駅、東華台センター駅を設けていました。この路線、開始後長らく軌道が残ったままとなっていたわけですが、近年軌道の撤去が開始され、今後その跡形も徐々に失われていくことが決定しています。今回はこのピーチライナーの廃線跡の一部と撤去工事が始まってしまった要所を訪れましたので、 Google Earth および現地の撮影動画を紹介していきます。まずは名鉄小牧線に乗車し、東華台新交通ピーチライナーの起点駅が併設されていた小牧駅を目指します。今ご覧いただいている画像はピーチライナーの小牧駅で、名鉄線の小牧駅はこの地下に位置しています。名鉄小牧線は名古屋市北区から春日井市、小牧市を経由して犬山市とを結ぶ名鉄の一路線。犬山駅では名鉄犬山線と接続し、他の動画として紹介している犬山モノレールの廃線跡がある犬山遊園へも行くことができます。ピーチライナーも含めてということになりますが、モノレールや新交通システムの歴史や廃線なんかを調べると、必ず名古屋または愛知県に足を踏み入れる必要があります。なんとも感慨深い土地です。なお、意外と知られていなかったりしますが、豊橋の日本車両には日本で最古となるモノレール車両が展示されています。興味がある方は訪れてみてはいかがでしょうか。さて、名鉄小牧線の小牧駅到着後はピーチライナーの廃線跡に沿って散策していきたいと思いますが、まずはこの起点となる小牧駅周辺から。ピーチライナーの小牧駅は地上3階層の駅舎で、想像していたよりも結構立派な外観です。これだけの設備を有する構造物も廃線となってしまうことがあるなんて、永久の将来はわからないものの、建設時の見通しがいかに大事かということを語りかけてくれています。なお、ご覧のように旧ピーチライナーの小牧駅は解体の真っ最中。そう遠くない時期に完全に姿を消すものと推察されます。現地を訪問される場合は早めの方が良いかもしれません。駅の全体感を観察しつつ、以降は路線の雰囲気がわかるように Google Earth を使用しながら現地の状況をレポートしていきたいと思います。スタートは今現在位置しているピーチライナーの小牧駅からです。なお Google Earth 上の画像は撮影時期の関係でほとんどの路線が現存しているように映っていますが、2021年現在の実際の様子は当動画を参照いただければと思います。こちらがピーチライナーの小牧駅。今現在手前のループを除くほとんどの駅舎構造物が解体されている状況でした。さて、ここからは廃線ルートを空から見ていきましょう。途中駅については名称を画面上に表記しますので、参考としていただければ幸いです。スタートは現在いる小牧駅。先ほど紹介したループ線で方向転換をしたピーチライナーは一路東華台東駅を目指します。小牧駅こそ解
駅の高架線については今の段階ではそれほど撤去は進められていません。以降、大きく変化があった箇所に絞り動画で紹介していきます。小牧駅よりしばらくの区間、ビーチライナーは名鉄小牧線と並走していきます。といっても小牧線はこの途中まで地下を走行していて、画像のあたりから地上に出て高架線に入っていきます。ビーチライナーの軌道配線跡の右手に溝のようなものが見えますが、これが小牧線です。画像には東名高速との黒地深部ポイントが見えてきました。この東名高速との黒地深部ポイント、名鉄小牧線については地下区間から高架線に移行する GL 部に該当しますが、ビーチライナーについてはここをアンダーパスする格好で軌道が配置されていました。今回の訪問時にはちょうどこのアンダーパス部分の軌道撤去が進められていました。現在この区間では撤去中の軌道の様子のほか、中央案内非常識を採用する新交通システムの軌道断面の様子を間近で見ることが可能です。また近くに配置されている歩道橋からはビーチライナーの次駅となる小牧原駅の様子も見ることができます。このまま少し歩いて小牧原駅周辺を散策してみましょう。ビーチライナーの駅構造はループ線で進行方向を変える関係上、いずれも一面二線構造が採用されています。途中地下駅も存在こそするものの、基本はほぼ高架駅で構成され、小牧原駅も例外なく高架駅となっています。なおビーチライナーおよび名鉄の小牧原駅はほぼ同じ位置に併設されていて、駅名こそ取り外されているものの、ほぼ現役当時の状態が今も維持されています。こちらがビーチライナーの小牧原駅、駐輪場の一角としてうずもれていますが、当時の風景を思い起こすことが十分可能な状態ですね。こちらは駅舎の様子を側面の道路から見た様子です。このビーチライナー、今では一般的となっているホームドアを開業時から採用するなど、結構先進的な機能を取り入れていたそうです。ビーチライナーの軌道は3階走行か位置に配置されていますが、対する名鉄の小牧原駅は2階走行か駅となっていて、名鉄のホームからは旧ビーチライナーの軌道を見上げる格好となります。これだけの構造物が現役の鉄道の線路上をまたいでいることに驚きですし、もちろんこれらビーチライナーはすでに廃線となっているわけです。さて、ここからビーチライナーは名鉄小牧線と分かれ、東海大東駅を目指し進んでいくこととなります。我々も名鉄線小牧原駅を後にし、ビーチライナーの廃線跡を散策することとしました。ルートはこの小牧原北交差点より160号線から155号線に線に北尾張中央道に沿って進んでいきます。進路を西に取った直後、およそ700メートルでビーチライナーは3つ目の駅となる東田中駅に到達します。東田中駅はビーチライナーのみならず、モノレールや新交通システムでは王道といえる3階層構造駅となっていて、2階が改札コンコース階、3階がホーム階、1階は車道となっています。2階から1階へは画像に見える乗降用階段で上り下りします。ホームドアこそ設置した先進的な機能を有していたビーチライナーですが、エスカレーターを採用していないのが不思議なポイントとなっています。さてここからは廃線ルート
に沿ってどんどん進んでいきましょう。説明がこのタイミングになってしまいましたが、ビーチライナーが採用した新交通システムとは、正式には自動案内非常識旅客輸送システムと称し、AGT とも略されます。意味合いが少し変わってしまいますが、海外路線では同規格の交通システムを ATM と称したりもします。新交通システムは複数の方式が存在し、共通して言えるのがゴムタイヤ駆動であるということ。新交通システム上の方式ではあるものの、ビーチライナーでは中央案内非常識という方式を採用しています。国内では他にヤママンのユーカリが丘線がこの方式を採用しています。AGT という交通システムはざっくりとではありますが、バスとモノレールの中間程度の輸送力が持たされた交通機関。なお、新交通システムは開発初期においては横方向に移動するエレベーターという位置づけで開発がスタートされていました。ただ、実際には運転間隔や1回の輸送量、採算性を加味した上で複数両編成で運行する方式が基本となり、ビーチライナーをはじめとする鉄道的外観に落ち着いたという経緯があります。さてここで画像には東課題西駅が見えてきました。東課題西駅はビーチライナーのルートではイレギュラーとなるの裏面設置駅で、改札階が GL に配置される比較的珍しい構造を有した駅となっています。改札の前には公園広場が広がっており、住宅地と一体整備とした駅として構想されたことが見て取れます。もっとも、今現在では公園の前に残る大きな廃墟となってしまっています。ビーチライナーは1991年3月25日に開業。しかしながら当初見込みと異なり、開業早々に想定を大幅に下回る輸送量と収入の低迷に苦しむことになります。その原因は、建設前に実施された需要予測で、バスなど他の交通機関との競合を十分に考慮していなかったことや、東課題ニュータウン自体の予想人口が計画時の5万人に対し、実際には2005年時点で2万7000人程度にとどまったことなどが挙げられます。さらに、全駅を高架または地下に設け、ホームドアも完備するなど、身の丈に合わない構造を採用したことも、経営圧迫の一因となりました。さて、ビーチライナーには、先ほど紹介したように地下区間も存在しています。ご覧いただいている、東課題センター駅は、改札階が GL、ホーム階が地下構造に配置されており、駅前後の軌道が丸々地下区間となっています。東課題センター駅は、駅前に整備されたショッピングモールと一体整備された駅となっていて、路線営業時はとても便利だったんだろうと思います。ビーチライナーの軌道は、ここから200メートルほど先に位置する東課題中央公園脇まで地下区間を走行します。画像は地下に配置される軌道の直上部の様子。ビーチライナーの存在を知らないと、この下に軌道があるとは想像もつかない外観です。ビーチライナーはさらに公園の外周を走行する区間は途中まで市場層を走っていきます。なお、この東課題中央公園、地図で想像していたよりもとても立派な公園で、公園内側の外周部からはビーチライナーの軌道跡を情報から観察することができます。ビーチライナーの軌道跡は先ほど紹介したように GL 層、つまり地上部分に配置されています。このため、
軌道を観察するのには、軌道より高い位置にあるこの公園から見下ろすのが一番だと思います。さて、東華大中央公園の外周を抜けると、いよいよピーチライナーは終点となる東華大東駅が見える位置まで来ます。東華大東駅、そしてこの付近の軌道は小牧駅と同様、駅舎は完全に解体が完了していて、ご覧のように軌道も大半が撤去された状態となっています。また、東華大東駅の小牧駅方向にはピーチライナー営業時には車両基地が設けられていました。本線から車庫線に分岐した軌道は画像位置に過去存在したループ線を使って道路を渡り、現在バス駐車場などに使用されている画像位置を車庫としていました。現在は軌道も車庫設備も撤去されており、だだっ広い広場のようになっています。さて、長く歩いてきた廃線跡の散策もここ東華大東駅でいよいよ終わりとなります。東華大東駅の先には小牧駅と同様、折り返しのためのループ線が配置されていますが、2021年現在、ピーチライナー関連設備としてはこのループ線が残るだけとなっています。こちらが東華大東駅の駅舎跡。つい先日までは支柱などの構造物も残っていたそうですが、撮影時点ではご覧のように更地となっていました。また、小牧駅方向に伸びていた軌道も少し先に残る高架部分まで完全に撤去が完了しています。こちらは東華大東駅の駅前交通広場。現在バス停として運用されていて、ピーチバスと呼ばれるピーチライナーのルートを走るバスが運行されています。せっかくここまで来ましたので、先に位置するループ構造物を見に行ってみましょう。東華大東駅は将来の延伸に備え、ループ線の付け根部分が延伸可能な構造となっていたのが特徴です。もっとも延伸が行われることはありませんでした。延伸計画としては、この駅よりさらに JR 中央本線高蔵寺駅へとつなげる構想でした。余談ですが、名古屋市近郊ではバスが一部区間で高架上のガイドウェイを走るゆとりーとラインが営業しています。ピーチライナーにおいても路線跡をバス専用レーンに転用するというアイディアも出されたりしましたが、一般道路からのアプローチに難があることなどから現実的でないとの理由で見送られています。さて、現在のピーチライナーの廃線跡の現状ですが、2015年、愛知県はピーチライナー軌道後の全線撤去方針を示し、順次撤去が開始されていくこととなってしまいました。撤去工事の完了予定は現時点で2030年となっており、総工費は約100億円にも達する見込みです。今回はピーチライナーの廃線跡を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。鉄道の設置は街を発展させ、その鉄道自体をさらに発展させていく場合、このピーチライナーのように需要予測が下回り、廃線に追い込まれる場合と様々です。いかに鉄道の運営が難しいのかということと、計画の見通しが大事であるかということを教えてくれます。少し長くなってしまいましたが、以上で今回の動画を終了いたします。ご視聴くださりありがとうございました。当編集室では、モノレールや新交通システム、次世代交通システムに関する書書の動画を配信しております。よろしければチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それでは、また次回の
の機会にお会いできますことを楽しみにしております。さようなら。